なんか最近ずっとスティームデック触ってない？そうなんだよね。最近スティームデックで遊ぶのが楽しくて、なかなかブログや YouTube がはかどらないんだよね。だったらスティームデックで遊んでてハマってるゲーム教えてよ。そういうことなら任せろ。スティームデックを手に入れたら遊びたいゲームタイトルを厳選して紹介するぜ。どもども吉田です。今回からアシスタントになりました王様です。でもさ、どうせ携帯ゲーム機で遊ぶんだったら、任天堂スイッチで遊べば良いんじゃないの？スイッチの方が金額的にも安いし、何より軽いし。そうだね。スイッチはデックほど重くないから、ゲームによっては手に取りやすくて遊びやすいし、なんといっても任天堂専用のタイトルが面白すぎる。無限スプラ地獄。ポケモン楽しい。でもスティームデックでは性能的に遊ぶことが厳しそうなゲームとか、現在任天堂スイッチでは販売されていないゲームを遊ぶことができるんだよね。確かに、動作が重いゲームのスイッチ版が出た時は、劣化売って言われることが多いよね。トップクラスで重いゲームのサイバーパンクとかは10万くらいのゲーミング PC でもフレームレート安定しないって言われてるし、スイッチ版が出る見込みはかなり薄そうです。ウィッチャーさんは出たけどね。まあそれはそうだけれども、ということで選んだタイトルはスイッチでは遊べないもので、実際にスティームで購入し、デック本体で遊んでいるものとなります。ではこんな感じで進めていきます。そもそもスティームデック対応のゲームってどうやってわかるの？いざ購入して遊べなかったら嫌だ。スティームのストアでは、デックで快適に動作という名前でカテゴライズされたタブがあって、そこから選び購入することで、スティームデックに最適化された動作確認済みのゲームを選ぶことができます。なるほど、安心。ライブラリ内でも、デックで快適に動作タブに入り遊ぶことができます。なるほど。そのタブに入っていないゲームは遊べないの？対応していると書かれていないゲームであっても、実際はマウスやキーボードでの操作が必要になりますと書かれているだけであったりするので、ゲームを購入する際に、Steam Deck 互換性と書かれた部分をチェックしてみましょう。不明とか非対応って書かれてるものはやめておいた方が良さそうだね。そうだね。でも非対応って書かれているものでも問題なく遊べる場合もしばしあります。実際白長ストーンへの帰還というゲームは非対応と書かれていましたが問題なく遊べています。じゃあどんなゲームが遊べないんだ？調べてみた感じだとアンチチートシステムが働く PUBG とかレインボー 6CG、つまりオンラインゲームでは動かないことが多い印象だね。なるほどね。まあわしは遊ばないからもう満タイじゃ。ステームデックで最も遊ばれた20個のゲームタイトルが発表。では最初に Steam Deck ではどんなゲームが人気があるのかという参考として Steam 公式が2022年12月に最も遊ばれたゲームを発表していたので紹介します。それがこちら。ヴァンパイアサバイバーズ人気すぎだろ。人類の時間を奪っていくゲームじゃん。よく見てみると同じくバンサバ系のブロタトも入ってるし怖いね。怖い。このゲームタイトル一覧を見てみると AAA 級ゲーム、インディー、タクティクス、シミュレーションと多岐にわたっていて、ソロプレイ専用タイトルが多いですね。ゲームは一人で遊ぶもの。そんなことはない。じゃああなたは普段友達と一緒にゲーム遊ぶんですか？ではおすすめゲームタイトルを紹介します。ここで紹介する映像は Steam Deck をキャプボで取り込んだものなので、テレビに映した際にどんな感じで見えるかも参考にしてみてください。わかったぜ。デスストランディングディレクターズカット。最初に Steam Deck で遊んだのが、デストことデスストランディング。今更知らない人はいないでしょう。メタルギアソリッドの小島秀夫監督の作品。ショータイムだ。デストは本作品発売当初は非常に賛否が分かれるゲームで、ウォーキングシミュレータと呼ばれることも多々ありました。ウォーキングシミュレータ実際ゲーム内容としては、インフラが崩壊して分断されたアメリカが舞台で、目的地に荷物を届けるというのがメインの目的。いわゆるお使いクエストばっかするってこと？そう。ただ荷物を運べばいいってわけでもなくて、あれたちは足場が悪く、転んで荷物を落としてもダメ。雨に濡らしたら劣化するからダメ。過酷なウーバー配達員って感じ。全然面白くなさそうなんですがそれは。言葉だけ聞くと全然面白くなさそうなんだけど、どのルートを経由していけば一番安全に行けるか、どうやって荷物を持ち、乗り物に積み込むのが一番良いかなどを考えながら、毎回のミッションをこなしていく感じで、なんでかわからないんだけど、往復するだけでもかなり楽しい遊び応えになっていて、久しぶりに動かしてるだけで楽しいゲームをやってるなぁと実感します。なんか飽きそう。ステルス要素もあるよ。あるの？小島作品らしく盗賊みたいな人間からこっそり荷物を取り戻したり、全然こっそりしてないけど、謎の敵と戦ったり、なんかヌルヌルしてる敵がいる？プレイに多様性があって飽きずにプレイし続けてしまいます。戦いもあるのか。エルデンリングはダークソウルでソウルライクというジャンルを確立したフロムソフトウェアが開発したゲーム。ダークソウルと何が違うの？基本的にはオープンワールドになったダークソウル。歯応えのあるアクション、そして操作キャラが何度も死にやり直すことを想定したゲームデザイン。ほとんど何も説明されず実際に動いて学んでいく探索ゲーの頂点のようなワクワク感。何が違うんだ？パッと見似てるけれども、エルデンリングの特徴をめっちゃ簡単に言うと、死んだわ。
もういいや、じゃあ反対側には何があるんだろうを繰り返して死に続けるゲームです。死にゲーとかめちゃくちゃストレス溜まるじゃん。私もそう思ってダクソシリーズもずっとプレイしなかったんですが、飴とムチのバランスが凄まじく、ボスの動きが体に染みついていき、倒した時の達成感が大きく、RPG のように敵を倒して、経験値のようなものを手に入れて強化することで、探索や戦闘が快適になっていくシステムもある。徹底的にハードなアクションがきついゲームかと思ってたけど、RPG っぽさもあるのね。ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード。大人気 FF7 のリメイク、ゲーム内容は今更説明する必要もないかと思いますが、有名なクラウドとかセフィロスとかが出てきて、サイバーパンクでスチームパンクな感じの名作って感じのゲームです。説明荒いな。これぞスクエニの全力なグラフィックで、さすが FF7 面白いセフィロスかっこいいっていう感想より、とにかく街のディテールの作り込みに圧倒される。確かに描写がめちゃくちゃ細かいね。スチームパンクサイバーパンクな街ミッドガル、オーローロして眺めるのが好きな人は、それだけでも楽しめる、なんというか眼福なゲーム。リメイク前の PS1 版とはどう違うの？私は PS1 の FF7 はプレイ済みなので、基本的にシナリオやキャラクターは知っているんですが、淡白なセリフなどを掘り下げて制作されているんですよね。ボリュームのかさ増し？いやこんなにリアルな登場人物が全然喋らなかったらそれはそれでおかしいやろ。確かに。でその結果、あれ？クラウドあんま冷たくなくない？バレットってこんなやんちゃな感じなん？あれ？ピファってもっと元気系な感じだと思ってたけど、みたいな謎のギャップが生まれています。個人の感想です。肝心の戦闘は面白いの？爽快なアクションで気持ちいいよ。アクション苦手なら簡単にもできるし、コマンドバトルにもできる。FF7 のファンならぜひやっておきたい名作。いいね。続編はいつ出るの？私に聞くな。テイルズ・オブ・アライズ。テイルズ・オブ・アライズは他作品間のつながりはなく完全新規タイトルです。テイルズといえばアビス派、必ず僕らは出会うだろう。私テイルズシリーズは昔よくやっていたんですが、最近は少し離れていて久しぶりのテイルズ作品でした。叫んでる主人公が多い印象。パッと見でわかるかもしれません。基本的にずっとよくわからないカタカナワードが次々と出てきて、剣と魔法で戦う感じの、ザ・ JRPG いい意味で、中学生に帰るぜ。ブーンレンダリングとも違う独特な 3D グラフィック、時折差し込まれる 2D アニメーションが特徴的。あとテイルズ作品特有のキャラクター同士の会話、スキットシステムもこんな感じで進化してます。テイルズといえばアクション RPG バトルは従来の戦闘をかなりアクション寄りに進化させたシステムで、結構爽快感があり歯応えのある戦闘となっています。いいね。あと一応エンカウント方式のバトルなので、携帯機との相性も良いように感じます。サイバーパンク2077。サイバーパンクエッジランナーズ見ましたか？何それ？ネットフリックスオリジナルのアニメで、これが個人的にはここ数年で一番感動した脳みそぶっ壊れたアニメでして、このゲームが原作なん？原作、というかベースになったゲームです。このゲーム自体にも原作はあるんですが、背景に出てくる描写とかキャラクターは共通しているので、直接的なつながりはないもののゲーム内で聖地巡礼できる感じです。まあそれはさておき、サイバーパンク2077はウィッチャーを作った会社が開発したタイトルの通りサイバーパンクなオープンワールド RPG で、ものすごい密度のサイバーパンクオープンワールドをやりたいなら、このゲーム一択。広角機動隊みたいな感じ？大体そう。圧倒的なサイバーパンクビジュアルだけでなく、セリフの言い回しとか、ミッションの内容とかステータスアップとかも含めて、まるで重厚なサイバーパンク小説を読んでいる感覚。でも実際サイバーパンクな世界観のゲームはこれ以前にもあったし、別にもうやり尽くされてるのでは？まあ概ね同意はするんですが、しっかりと歩き回れて全身でサイバーパンクを感じれるので最高。アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ゴーストワイヤー東京。ゴーストワイヤー東京は都市伝説や怪異、妖怪を悪霊退散とするめちゃくちゃ最高な FPS。攻撃は銃の代わりになんか覇気みたいなのを飛ばして戦います。ウケる。何を飛ばして戦ってるのこれ？カメハメハだよ。舞台はかなり再現度の高い渋谷。よく見るとちょっと違くない？異常に近い場所に東京タワーがあったりと、歩き回ってると若干違うんですが、ランドマークごとにしっかりと作り上げられていて、O109大光へと渋谷に馴染みがあるとかなり直感的にわかるのが楽しい。スクランブルスクエアはなさそうやね。もっとホラーかと思って若干構えながら始めたんですが、実際やってみるともっとなんかこうカオスな感じで、結構バンバン撃って戦う戦闘なので楽しいゲームでした。口裂け女にとにかくビビるので注意。スティーム版とスイッチ版両方出てるゲームとかあるやん。そういうのどっちで購入すればよいのか、これから迷うね。スティームで購入する最大のメリットを言うと、過去のハード用に購入したタイトル、つまり Wii U 用に買ったタイトルがスイッチではもう遊べないとかがほぼありません。遊び続けられます。スティームがなくならない限りな。それはそうだけれども、あとスティームは時期によってかなり安くなるセールが開催されていて、今週迷うゲームを購入するよりも、格安に遊べることが多いです。確かに、ゲームによっては結果安く済みそうだね。でもゲ
ゲームはでっかい画面で遊びたいな。もちろんゲーミング PC や PS5 で大画面大音量で遊ぶのに比べると迫力や没入感は低くなりますが、どんなゲームもとりあえず携帯機で遊びたいという私のような人間には最適なので参考にしてみてください。何か